はい、おしょうさん、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、はい、お仏壇の備えと罰当たりなことっていうテーマなんですけど、はい、2025年の1月ということもありまして、お仏壇の掃除だったりとか、お供えだったりするという方も多いともちろん思うんですけど、おしょうさんの視点で、新年っていう部分も踏まえて、お仏壇やご先祖様とどういった使い方だったりを大切にすることが良いと思われますか？はい、そうですね。ご先祖様っていうよりも、お正月はなんか神社にお参りするとかね、初詣っていうのがあるように、神社に日本人だとお参りして、一年のご祈願をするとか、お寺でもね、ご祈祷神って言って、私どものお寺もご祈祷を中心にやってるんですけども、正月三が日ね、ご祈祷初詣っていうのがありましたけども、そういったようにイベントっていうのは神社かお寺みたいなところがあるんです。で、お墓参りにお正月から行く人って少ないんじゃないかなって思うんですけども、今年はね、そういったお墓参りもまだ1月2月っていうとまだ新年月なんで、お墓参りもしていただけたらなと。で、ご先祖さんにやっぱり今年1年の抱負を語ったりね、ご先祖さんにのことを頼りにしていただいてもいいんじゃないかなと思うんです。逆にご先祖さんに頼るなとか、ご先祖さんには感謝とかね、そういったことをお参りしなきゃいけないよとか、例えばお墓参り行ったとしても頼み事しちゃダメだよっておっしゃる方が結構多いと思うんですけど、これは私の考え方として聞いていただきたいんですけど、私はね、ご先祖さんにはどんどん頼ってもらいたいなと思うんですよ。なんでかって言ったら、やっぱりご先祖さんって、よくお話ししますけども、一代遡ると、お父さんお母さんと捉えていただければ、二代遡るとおじいちゃんおばあちゃんなんですね、今の自分からとって。っていうことは、お父さんお母さんで2人で、お父さん方のおじいちゃんおばあちゃんとお母さん方のおじいちゃんおばあちゃんって入れていくと、もうすでに2代まで6人いらっしゃるわけで、これがじゃあ10代遡っていくとって言ったら、もう1000人を超えるんですよっていうお話よくさせていただいてますけども、そういった先祖さんたちが乗り越えてきた知識や知恵とか、失敗したことも含めてですけども、やっぱ乗り越えてきたいろんな人には得意分野不得意分野ってあるんで、いろんな役割を持ったご先祖様って何万人も、もしくは何十万人も自分が生まれてくるまでの過程を経て、今の自分が生まれてきてると思うんですよ。っていうことは、今そのご先祖さんたちの、今風に言うと DNA というか遺伝子細胞レベルのノウハウっていうのは全部自分に受け継がれてると思うんですよね。ってことは、今の自分が一番最新型であるって考えていただければ、じゃあその自分がお墓に行ってご先祖さんにこういったことを乗り越えたいと思うんやけど力貸してくださいっていう、頼み事にはなるかもしれませんが、そういったお祈りをしていただいていいんじゃないかなと。そしたら、例えば今お金がないんですよと、助けてほしいんだっていう時にね、じゃあビジネスとかで成功したご先祖さんがいらっしゃると思うんですよ。そのご先祖さんが俺の役割やって言って出てきてくれて、きっとアドバイスしてくれる。で、今不安を抱えて苦しい悩み事を抱えてたら、その悩み事を抱えて乗り越えてきた先祖さんってきっといらっしゃると思うんですよ。何十万人の中にはね。で、その先祖さんがきっと役割を与えてくれると思うんですよ。そう考えていただければ、もちろん神様仏様に手を合わせることも大切ですけども、一番やっぱり自分のご先祖様に手を合わせて助けてっていうことってすごく大切なんじゃないかなと。我々も自分の子孫がね、やっぱり何か苦しい時に何か自分が手を差し伸ばしてあげようとか、やっぱ自分が何かできることはないかって一生懸命考えて、やっぱ助けようと努力すると思うんですよね。それと一緒だと思うんです、ご先祖さんも。なので、お正月罰当たるとか、お供え物でどうしたらいいのとか、いろいろあると思うんですけども、やはり、先祖さんに手を合わせる、お墓参りしてみる、こういったことを大切にしてもらえばいいんじゃないかなって、こういうお付き合いですよね、もう大切じゃないかなと思います。はい、お盆だからとかではなく、正月として新年迎えたご挨拶も兼ねていくっていうのがいいのかなと思ったんですけど、一つ思ったのが、ご先祖様と仏様っていうのはまた感覚的というか、またちょっと違うって感じなんですかね、お参りする時とか。いや、同じでいいと思いますよ。仏様もそれの集大成というか究極の悟りを得た人じゃないでしょうかね。例えばお釈迦様でも事実いらっしゃった方ですし、そういったお坊さんというかね、そういった悟りを得た人たちもたくさんいらっしゃったわけでしょうし、
でそう考えるとやはりそのご先祖様の中からやっぱりいろんなことができるようになった成功した人もしくは幸せに生きた人もう全部その枠の中に入れるならやっぱりそれが全て仏、よく仏さんに亡くなられた方にね仏さんになったとか仏の世界に行かれたってお話聞くように私どももやっぱりお葬儀なんかをすると仏の世界に浄土極楽浄土って言われてるのは仏様の世界なんでその仏様の世界に引導するっていうように引くに導くって書いて引導って読みますけどもやっぱ引導を渡すっていう言葉があるのはその世界にちゃんと儀式を整えて送り届けるっていう、師匠っていう役割なんで、その儀式を通過儀礼として、ちゃんと天国っていう極楽浄土これは仏の世界に送り届けますよっていう意味なのでやはりその仏様とご先祖様っていうのは一緒に考えていただいていいんじゃないかな皆様方はね。でそこからまた仏さんの世界にもいろんな領域があって、菩薩であったりとか明王であったりとかまたさらにその上に行くと、如来であったりとかっていう、一つの曼荼羅の世界の構図になっていくんじゃないかなと思ってます。はい。はい、ありがとうございます。改めて今回その大仏さんのバチ当たりとか、そういったテーマにさせてもらったんですけどこれやったらバチ当たるとかそんなんではなくて、会いに行きたいとか、ご挨拶しに行くとかやっぱそっちの気持ちの方がやっぱり大事なんかなってそうですね。だからバチ当たる当たらないという強いて言うならですよ、これは強いて言うならですけどお参りしない方がバチ当たるというねイメージでいいんじゃないでしょうかね。だから別にお墓に遠いとかいろんな問題あると思いますこれはね。だけど妖拝って言ってね、例えばそっちの方向を向いて手を合わせてとかもしくは自分たちがご飯食べる時に先祖さん今日もおいしいご飯食べれたよとか、正月でねたくさんおいしい料理食べるんですけどそういったねその料理も食べれたよとか今日も元気で過ごせてるよっていう気持ちっていうのを持つのってすごい大切なんですよ。だからお墓がないとかお墓参りに行けないとかそれでいろんな事情ある方もいらっしゃると思いますんでそれはもう意識をそこに向けていただけたらなと。だから思いっていうのは必ず通じます。リアルにね物質世界でとの対面ではないんでやっぱその気持ちがあれば必ず仏様になられてるご先祖様とはアクセスできると思うんですよ。なのでそこに実際行かなくても常に日頃から意識してみる。意識できてないとやっぱり子孫も受け継がないと思いますし、はい、ありがとうございます。それでですね、改めてですけどまた1月19日はですね、開運新年会もありますのでぜひそちらに来ていただいたら生お嬢さんのお話とかもうねご祈祷だけではなくお話もいただきますので、ぜひそちらもご参加いただけたらなと思います。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとかもしかしたらダメかもしれないとかって人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。